制作物の内容というのは、天井に天窓があるんですね。寝るところがその天窓から日がすごい当たって、とにかく夏なんかは特に暑くてしょうがないということで、そこに影になるような柵みたいなやつですね、ものを作って、全部隠してしまうのはもったいないので、半分ぐらい日が隠れる、それで取り外しができる、そういったものを作ってほしいという依頼をいただきました。もう材料をすでに切り出しているんですが、この材料は切り材ですね。まず軽いっていうことですね。取り外したりとかするのに軽い方がいいだろうと。でもしもですね、万が一頭の上に落ちても軽いものだったらそう怪我にはならないだろうと。加工もしやすいですし、今回はせっかくなんで簡単にそのビス止めとかではなくて手加工で、やっていこうと思ってます。はい。それでは制作をしていきたいと思います。まずこの上下の枠の部分と、この3つの柵を四方筒付き組み付けて、留めていくというので、まずはですね、こちらの上下の枠の方に、墨付けをしたいと思います。でまずこの胴付きのことの接合部分の胴付きの、線を引いて、でこちらの、枠との接合部分に四方筒付きの、細穴を開ける墨をつけていきたいと思います。その後に、こちらの枠ですね、枠の方にも、この胴付きの線を引いて、上下の方に、それで、こちら扇になるんですが、こちらにほぞの墨をつけていきたいと思います。はい、これが、上下の枠の材料です。でまずはじめに、どちらが上でどちらが下か後でわからなくならないように、勝手墨を入れたいと思います。はい、なので、こちら側が、ほぞを開ける、ほぞ穴を開ける場所ですね。何でもいいからね、印打っとくと間違いない。まずこちらからで、ここから424取るとはあんまやりたくないんですけど、ここ1からスタートして1増やしたところで印つけると。これはね、本当はあんまりやりたくないんですけれども、424なんで1センチプラスするんで434ですね。434。それこのやり方でやった後は必ず、合ってるかどうか確認しましょう。はい、でですね、そしたら、この線から一周ぐるっと回していきます。はい、このように、胴付き線が4本引き終わりましたので、次はですね、ほぞ穴の墨付けですね。でほぞ穴の方は幅が 6.5 ミリで長さが25ミリのほぞ穴を3箇所開けていきます。まずその前に、枠の板が入る部分と隙間を作る部分、
それを分けていきたいと思います。これも2ついっぺんに、間違えないように測っていきたいと思います。それではこれで合わせていきたいと思います。で、枠がつかない部分がここですね。こういう形ですね。で、ここが枠がつく部分です。で、ここにほぞ穴をそれぞれ墨付けしていきたいと思います。まず墨付けするのに、2本の材料が、ずれないようにクランプで留めておきたいと思います。はい、次にほぞ穴の幅を、墨付けしていきたいと思うんですが、こういった、3寸のね、定規に、こうマスキングテープとかで、印をつけて、もう初めからつけやすいようにしておくっていうのが一つのやり方ですね。こうすれば一回一回物差しで測ることなく、簡単に位置を決められます。で、今度はほぞ幅を墨付けしていきたいと思います。で、このほぞ幅に関しては毛引きでやるのがいいかと思います。で、毛引きで 6.5 と 3.25 を足した数字なので 9.75 ですかね。9.75、約1センチを測って、端から遠い方の線を引くような形ですね。で、引いていくような形を取りたいと思います。で、毛引きにですね、9.75、ちょっと細かい数字なんで、ちょっとやっぱり難しいんで、もう 9.75 だったら1センチでですね、若干1センチの線よりも若干内側っていうイメージで、毛引きをセットしていくのがいいと思います。あんまりね、75とか細かいのちょっとわからないんで、はい、はい。一回墨付けしたら、この実際どのくらいになってるか測ります。でここが3.25になってればいいですね。で、ここは今若干3ミリより若干出てるような感じなんで、これでいいと思います。これで全部墨付けしていきます。こっちに引けたら今度逆から当ててこう引いていく感じですね。見えますでしょうか。このような形でほぞ穴が引けました。こういう感じで、6箇所引いていきたいと思います。はい、これで毛引きでですね、墨付けを幅の墨付けをしました。
そうしたらですね、この毛引きはこのままのセットで取っておきます。後で荻を、墨付けする時も、この設定でやることによって荻と目木がぴったりと、幅が合うということなので、これはこのままセットしておきます。で、そうですね、今こちらは、毛引きの、墨が入ってるんですが、こちらは鉛筆墨なんですけれども、これほぞを彫るときにやはり鉛筆よりも、しっかりと筋が入っていた方がいいので、ここは白柿で線を入れときます。はい、これで、ほぞ穴の、墨付けが終わりました。続いては、荻の方を墨付けしていきたいと思います。はい、続きましては、3本ですね、柵部分の墨付け、をしていきたいと思います。こちらは両端が、ほぞになりますね。ほぞの荻になります。で、ですね、ほぞのですね、胴付き部分を決めていきたいと思います。で今回、ほぞの長さ、これを、15ミリですね。に、しております。なのでまず15ミリを取っていきます。それで、他の2本ですねも、合わせて、引いてしまいます。はい、それでここでちょっとしっかり合わせたいのがこの柵のですね、ほぞ以外の胴付きから胴付きまでの長さ、これを一定にしないといけないので、ここは慎重に3本、同じ長さになるようにつけていきたいと思います。でここの長さは、胴付きから胴付きのまでの長さが638です。で1センチのところで、物差しを合わせて648のところまで測っていきたいと思います。648、ここですね。それで、ちょっとこちらの長さがまちまちになってしまいました。でこれほぞの長さ15なので、15によりも長い部分は切り落としていかないといけません。ちょうどこの真ん中のやつが、15ですね。ここはちょっと長いですね。ここは、切り落としていかないといけないですね。
はい、3本のですね、長さを揃えました。それで、胴付きのところ、1本しか線引いてないんで、周りも、引いていきたいと思います。一周ぐるっとさせます。でこのように一周、描けました。でこれ今分かりやすいように鉛筆で印つけたんですけれども、胴付き最後ぴったりでですね、この線ぴったりでこう胴付きを整えていかないといけないんで、ここは毛書きじゃないです、すいません、ここは白書きで線をこれから墨付けしていきたいと思います。はい、今度はですね、ほぞの部分の毛書きをしていくんですが、まずこう幅の、径を引くんですが、これが目木でこれが帯なんですけど、ここにほぞを作ってここのほぞ穴の中に入れていくんですけど、先ほどこの目木を、毛書く時に使ったこの毛引きの設定、これそのままにしてあります。それで今度帯の、幅の径ですね、これを引いていきます。はい、そうすることで、先ほどの目木の、ほぞの幅とぴったりの幅の、径が引くことができます。でこれで、残り、5箇所も、まず幅の部分ですね、この毛引きで引いていきたいと思います。はい、こちらの、柵の部分の、幅のほぞの幅の部分の径が引けました。はい、で今度はそうですね、長さの部分の径ですね、ここのほぞとしっかりと合うようにこの径を引いていきます。でこの径は端から 17.5 のところで、毛引きを設定して引いていきます。はい、17.5 で設定しました。で、まず1回やってみて、それで合ってるかどうか確認したいと思います。はい、1箇所引けました。これで、先ほどの目木と、ほぞ幅を確認したいと思います。そうですね、若干ちょっと太いような気がするんですが、逆にちょっとこっちの方が大きい方が締まりがいいんで、
まあこれでいってみようと思います。じゃあこれで、こことここと、あとここに行きます。はい、引けました。で、実際は、ここですね。ここだけ残して、あとは全部取っちゃいます。ここを残して、あとは全部取りますね。ここだけ生かして、あとは全部取ります。ここの部分ですね。ここの部分だけ、生かしてですね、あとは全部切っていってしまいます。でこれを、全部の、保存の部分、毛引きで引いていきたいと思います。はい、メギとオギに、墨付けが終わりました。こちらメギです。でこちらオギですね。オギの方にも墨付けが終わりました。でこれから、加工をしていきたいと思います。まずですね、メギの方の保存穴を掘っていきたいと思います。でメギの保存穴はこのボール板を使ってやっていこうと思っています。でボール板にですね、壁を作って、その壁にピタッと当てると同じ位置に打てるようにセットしまして、それで、掘っていきたいと思います。で穴は保存穴は 6.5 ミリの保存穴なんですが、幅がで6ミリの、ビットを使って穴を開けていきたいと思います。でまずここのホゾの中心線をちょっと分かるようにしときたいと思います。位置が決まったら、クランプで止めていきます。1箇所決めたらもう1回ちょっと確認をします。はい、続いては深さを設定していきたいと思います。このように深さをですね、掘りたい深さを、小口に、線を引いて、で、はい、まだまだ足りないですね。ぐらいがちょうどいいですね。はい、設定ができ
りました。それでは穴を開けていきたいと思います。はい、ボール板でほぞ穴の、ですね、ところに、4本、4箇所ほぞの、ドリルで穴を開けました。で、あとはのみで調整していきます。で、深さはちょうどいい深さに設定してあるので、その、ドリルで、届いた、深さをガイドにしてのみでも掘っていきます。で、残りですね、2箇所と、あともう1本3箇所、これで、穴を開けていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ここでこの動画は終了とさせていただきます。続きの動画もぜひご覧ください。またお会いしましょう。さようなら。